こんにちは、ジャパンテックチャンネルのイタルンです。こんにちは、バナナです。今日はですね、北海道の苫小牧のアパートについて、お話をしたいと思います。出張に行って実際現地で、少しカメラを回してきましたので、その内容を中心に、お話ししたいと思います。それではご覧ください。こんにちは、ジャパンテックチャンネルのイタルンです。今日はですね、北海道の苫小牧というところに旅行に来ています。旅行というか出張ですね。何しに来たかというと、簡単に言うと、不動産の管理ですね。定期的に、自分の持っている物件に来て、周りに問題がないか見たりとか、あるいは、修繕箇所のですね、打ち合わせを管理会社さんとか、工事業者の人としたりするんですけれども、今日はそういうような形で来ています。北海道の物件というのはですね、例えば、札幌の一棟マンションとか、あるいは区分マンションとかですね、持ったことがあって、若干ですね、自信があったんですね。例えば、入居率半分ぐらいのところから、満室が続くような状態に持っていったりとか、この物件もなんとかなるかなと、苫小牧のアパートですね。ちょっと築古なんですけれども、なんとかなるのかなと思っていたら、意外と苦戦をしておりまして、ちょっとここに関してはですね、頻繁に足を運んで様子を伺っているという感じです。こういうですね、なかなかその難易度の高い物件っていうのは割と足を運びがちというかですね、ほっとけないというようなポートフォリオになりますので、頻繁に来るんですけど、やっぱり周り見てるとですね、結構その地方の衰退というか、疲弊していく経済っていうのが本当によくわかるんですね。このジャパンテックチャンネルのテーマの一つに、地方創生というのがありますけれども、なんとかこれを、その物件のためだけじゃないですけど、こうやってだんだん疲弊して、周りの建物も朽ちていって、人がいなくなってですね、北海道の場合、限界集落、森に帰っていくというよりかは、この辺の場合はですね、なんか原野というか、草原に帰っていくようなイメージしか湧かないんですね。せっかくかつて町だったところがそうやって、なくなっていくというのも非常に寂しいですし、国が小さくなって衰退していくということそのものですので、なんとかこれを食い止めるためのですね、再生というか、経済づくりといいますか、なんかそんなようなことができないかなと思っています。元の綺麗なアパートに戻してもおそらく、ここに人が戻ってくると、そんな一筋縄ではいかないような気がしていますので、創意工夫をしなきゃいけないのかなというふうに思ってまして、例えば、民泊に、転用するとかですね、あるいは、スタートアップや中小企業に、ここに出張所を作ってもらうとか、デュアルライフをするとかですね、そんなようなことを考えなきゃいけないのかなと思っています。で、いろいろ調べながらですね、ちょっと試行錯誤をしているんですけど、まずですね、一番最初にできることって、まず自分の事務所を立ち上げる、自分の会社の事務所をここに作ってみる。こんなことっていうのは比較的やりやすいと言いますか。まずできるところからやってみようかなということで、今回はですね、自分の事務所を作るような、そのための工事の打ち合わせというような感じのイメージです。苫小牧の、ある意味象徴的な建物っていうのはこれなのかなと思います。これ、実はですね、駅前の、元商業施設なんですね。もう今使われてなくて、10年近くここに放置されていると。で、ここちなみにどういうとこかっていうと、苫小牧駅ですね。これ特急が止まる駅なんですけれども、市の中心の駅です。そこの真ん前のこの建物、こんな大きな建物がですね、ずっと放置されているというのが、この街のある意味象徴なんじゃないかなというふうに思います。はい。苫小牧の海岸線に来ました。これ太平洋なんですね。北海道で太平洋ってイメージなんかあんまりなかったんですけど、こんな感じで、今日はちょっと台風が近づいてるからか、ちょっと荒れてますけど、苫小牧はですね、晴れてる日が結構多いんですね。なので、ここの海岸線も結構綺麗に見えます。今いませんけど、釣りとか、なんか、鮭が釣れるらしくて、釣りをしてる人も見たことがあります。で、こっち側はですね、これ、おそらく樽前山という山ですね。非常に自然豊かで、観光地という感じではないんですけど、自然が、たくさんあります。残念ながらですね、太陽光パネルがものすごいたくさんあって、景観も悪いですし、これも年数が経ったら、そのうち、また朽ちて、この辺の環境を汚染するのかなと思うと、ちょっと残念な気分になります。はい、ということで、対象のそのアパートにやってきました。
ちょっとですね、周辺、入居者もいらっしゃいますので、ご迷惑のかからないように、モザイク処理をしておりますけど、今ちょうど映しているところですね、この辺り、ちょっと写真出しますけれども、もう、なんつうんでしょう。壁が破れてるような状態、壁がなんつうんですかね、中が見えてるような状態まで、劣化が進んでましたが、今このような形で綺麗にして、もうすでに入居者が入っています。こっち側ですね。計14個ありますので、比較的、ある程度ある、600平米ぐらいですかね。それぐらいのサイズのアパートです。今入ってる部数は少ないので、言っちゃえばほとんど空きなんですね。これをちょっと一部リノベーションして、事務所にしたいというふうに思っています。じゃあ早速ちょっと中に入ってみましょう。はい、こんな感じで、どれぐらいちょっと綺麗に映ってるかあれなんですけど、非常に汚い、じゃ汚い、何十年なのかな、結構放置されてる感じで、ここもサビサビで、汚い状態ですね。さっき管理会社の人にちょっと目張りはしてもらったんですけど、なんか鳥か何かがですね、この中に入ってこようとしたのかな。グラスウールをつついて、こんな感じで、荒れていますと。はい、ここもちょっと映像でわかるかどうか、どれぐらいわかるかあれなんですけど、ちょっとこのまま住むには汚いかなという感じですね。お風呂に、ちょっと電気来てないんですけど、ここも交換しないと思うんですけど、ちょっときついかなという感じです。はい、こういうですね、リフォーム前の、状態を見せると、もうここ絶対入れないよねって、こんなとこ入りたくないよって皆さん思うんですね。なんですけど、これをきれいにすると、もう見違えるというか、本当に全く違う建物になります。内装を変えるだけで全然違うんですね。はい。すでに内装変わってる部屋もあるんですけど、実際工事しようと思ってるところはここですので、ご期待ということで、そこは映さずにですね、工事が終わったらまたご紹介したいと思います。はい、ということで、またリフォームが終わったらまた新しい動画を作って、皆さんにご紹介したいと思います。それではさようなら。はい、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。さよなら。